なんでこの作品、スカッとしないんだろう。面白くなりそうな瞬間は何度もあるのに、毎回期待の6割くらいで終わる。6割って結構微妙じゃない？そうなんだ、結構な問題だ。派手な戦闘もある。設定も悪くない。キャラもそこそこ立ってる。なのに、なぜか気持ちよく終わらない。リインカーネーションの花弁は、惜しい作品だと思った。どうも島岡です。ペットの味噌だよ。今回は、リインカーネーションの花弁は、なぜスカッとしないのか。内容は、偉人の異能を手に入れた者たちの構想の話で、設定自体は割とよくある中にバトルものだ。そしてキャラクターを見たら、ニュートンの異能者はリンゴ頭。シュレーディンガーの異能者は猫頭。まんますぎてダサい。ズバリ言ってしまったね。中二設定って格好つけるのが命だと思っている。圧倒的に格好良くないと、笑えてしまうんだ。でも見続けているうちに一周回って、格好悪いのが面白くなってきた。癖になってきたんだ。そうそう。意外とテンポが良くて、展開もテンプレを少しずらしてくる。あれ、思ってたより悪くないかも、って思い始めたんだ。でも、見ていてずっと感じることがある。毎回、物足りない。あらら。面白くなりそうな材料は揃っているのに、出てくる結果が期待の6割。つまらないわけじゃないけど、あれだけ良い材料あったのに、なんでこうなるんだってなる。調理方法が悪いってこと？そんな感じ。この作品は最初、正義の異能組織対悪の組織、というわかりやすい構図で始まるんだけど、途中から、実は、とひねってくる。この方向転換は結構好きなんだ。でも問題は、その前段階。キャラの掘り下げや関係性の積み重ねが薄くて、役割をこなしているだけに見えることがある。ワンクールでまとめたいせいで、詰め込んだのかもしれないけど。2B ヒーロー X とか忍者と極道みたいに、短尺でも深く掘り下げられる作品もあるからな。そんな中で、節の船坂博士は良かった。だいぶ主人公と打ち解けかけていた。もう少し時間かけていれば、泣ける展開になったと思うんだ。そして敵側のボス、シャンユー。彼も相当良かった。カリスマがあって、熱さもあって、懐の深さもある。モテそうな良い男で、人気キャラになりそうな空気満々。おお。なのに、あっさり終わってしまった。いや、主人公のバトルという見せ場も、主人公に関わる重要な過去話もあったんだ。でも、ノルマのようにさらっと過ぎた。この作品の一番の惜しさはここかもしれない。決めと決めセリフの弱さ。全部がぬるぬる動き続ける必要はないと思うんだ。むしろ逆で、ここぞという場面で、止めて、溜めて、おととえとセリフで、バーンって見せてほしい。これが刺さると一気に名シーンになって、見てる方はめちゃくちゃ気持ちよくなれるんだ。言われてみれば、ジョジョや、鬼滅なんかは、印象に残る、あのシーンってのがあるよね。昔で言うと出先演出みたいな、ここが名シーンです、っていう圧が欲しい。そういうメリハリが薄いから、激しい展開をしてるのに、だらだら続いてるように感じるんじゃないかな。まとめると、リインカーネーションの花弁は、全部ダメなんじゃなくて、全部惜しい作品って感じた。残念ながら中盤過ぎてもまだ、なんか物足りない、が続いてるので、強くお勧めしたい作品ではない。ここまで話したのに、進めないんだ。今回は、惜しい作品の観察レポートなんだ。なんだかな。自分は原作漫画は未読なのだが、漫画では、その辺の不足分が補われているかも。アニメが終わったら漫画を見てみようかな。それはいいね。そんなわけで、リインカーネーションの花弁は、なぜスカッとしない、でした。演出と音楽と作画コスト上げるだけで、相当良くなると思うんだけどな。だけ、じゃないよね。それ。それでは、また次回。またねー。